どうもこんにちは、ギークンボックスの佐賀です。今回は弦を交換するときにやってもらいたいメンテナンスの解説でございます。楽器屋っていう職業柄なんですけど、普通の人の何十倍も何百倍も何千倍も弦交換をすることってあって、その度によくやるメンテナンスではあるんですけど、なかなかねこれ個人だと練習しづらいというか分かりづらいところがあると思うので、僕たちが普段やっていることを紹介しようかなというふうに思います。実際にやっている作業であったり、その時に必要なアイテムとか、そうしたことを紹介しようかなというふうに思います。あと実はねこれ新製品です。ミツロワックス、そしてこれも新製品です。はい、ウーフィークラシックシリーズですね。ここら辺もちょろっと紹介するので、よろしければ最後までご覧ください。ということで本編へドン。まずこの作業にあたって用意してもらいたいものがいくつかあります。ニッパー、食い切りとかでもいいです。弦を切るためのものですね。マスキングテープ、はい、これ指板保護するときに使います。もしくはこういうフレットガードなんて呼ばれるものもありですね。 Amazon でいっぱい売ってます。安いです。で、指板用のオイルワックスですね。これもうギター専用に作った最高な製品なので、はい、ぜひ。で、金属磨き、これフレットを磨くのに使います。これね、今はなきフェルナンデスのなんですけど、ピカルとか、そうした部分でも大丈夫なので、全然これ自体はね別にギター専用とかないです。あんまし。でも指板についたら嫌じゃないですか。指板についても大丈夫な金属磨きとか作りたいっすよね。あと塗膜用のクリーナーですね。これねケン・スミスのクリーナーなんですけど、これが一番おすすめです。はい。あとフレット磨いたり、あと塗膜を磨いたり、指板をこうやって磨くための布系ですね。綺麗なもの、これは塗膜に使ってください。そして汚くなっていいもの、これ金属磨きとして使ってください。汚くなっていいやつは繊細さいらないので、 T シャツの端っことかいらなくなった布とかそういうので大丈夫です。はい。で、弦を交換する時の注意点についてなんですけど、一番多いのがね、ここボディエンドのここから弦をズルズルって出していく時にここ傷つけるんですよ。めっちゃ多いのこれが。その時におすすめなのがこのサドルのここで切っちゃうことですね。ここで切ったらピッて取れるので、はい、ズルズルズルって引っ張っていくとここを傷つける可能性がねどんどん増えていくんですけど、ここでピッて切っちゃえばちょっと抜けば OK なので、この手法が一番おすすめです。で、このちっちゃいやつとこの大きいやつくるくるってして捨てれば OK です。はい。ヒップショットなんかのクイックリリースっぽいブリッジだとここら辺楽ですよね。はい。なのでグリッジ何にしようかなとか思った時はそうしたところも含めて考えてもいいかもしれないです。もしかしたら。はい。ということで弦を外しましたと。はい。で、やってもらいたいのが、まず弦外した時に弦があると届かないところを掃除するっていうことですね。例えばここの辺りのホコリとかってなかなかね弦があると触れないのでパパッと払っちゃって、でこうした塗膜の部分に関してはこういうクリーナーを使ってほしいんですけど、このクリーナー使い方にちょっとコツがあって、塗り広げるようにまずこするんですよね。である程度汚れを落として、その後空拭き絶対してほしいんですよ。はい。でこの空拭きをしっかりしてこの水気を取らないと乾き跡になっちゃうんですよね。はい。そうしたところしっかりするとすごくうまく磨き上がります。このクリーナーね、やっぱ使い方が悪いと本当にダメで、うちの社員の子とかにもよく話します。もうちょっと空拭きしてほしいみたいなことで、このホコリね、ここもそうなんですけどこっちも結構たまりがちなので、こういうとこも払っちゃいましょう。あと僕的にはこのチューナーとか少し金属磨きで磨いたりもしたいなっていう風に思ったりしますね。磨くの好きなんで、はい。磨いた方がいいですよね。磨かないよか。で次に指板のメンテナンスに入っていくんですけれども、大きく分けてこのフレット部分の磨きと指板部分の磨きがあります。で順番としてはフレットを磨いてから指板を磨くのがおすすめです。理由はフレットを磨いた後の汚れとかそういったところも最終的に全部バーって取れるからですね。はい。でそうした時にまずやりたいのがマスキングテープで指板を保護することですね。これをやった上でフレットを磨かないと指板に汚れが移っちゃうんですよ。はい。なのでそこら辺気をつけましょうという感じです。これね一枚一枚やっていくの結構めんどくさいんですけど、そういう時はこういうフレットガードを使うとすごくいいです。はい。今回フレットガードでやろうかな。じゃあちょっと磨いていこうと思います。こういうフェルナンデスのスクラッチメンダーっていうものをうちではよく使ってたんですけど、ピカールとかそうしたものでも全然大丈夫です。少しね粘度的には高い方がおすすめです。はい。液状になってると少し使いづらさがあるので1本ずつ磨いていくんですよ。磨いて、めっちゃピカピカなったじゃんみたいな。でこれ磨いて
めっちゃピカピカなったじゃんなんですけど、もう一発ね空拭き入れてほしいんですよ。はい空拭きするとね輝きが全然違うんですよね。めっちゃ綺麗なんで空拭きをするのがおすすめですという感じです。これをね全部のフレットやっていきます。これ18とか9とかのあたりで黒沢楽器のお茶の水駅前店で働いてたんですけど、マジでこの弦変えてフレット磨くみたいな仕事を1日8本とか10本とか、多い時はやってましたね。しかもベースフロアじゃなくて輸入エレキギターフロアだったんですよ。だからめっちゃ高いギブソンとかめっちゃ高い PRS とかをやってましたその時にこう何千本も調整もしてたんですけど、なんかそうやって培ったもので今できてるので、仕事が本当黒沢楽器には大感謝というか、超好きなお店です僕は。だから先輩もたくさんいるしおすすめです。黒沢めっちゃ儲かってるらしいですよ。黒沢いいな。うちも頑張ってるけどちょっと黒沢を追い越すには至らないですね。このフレットなんですけど、あまりにも汚れがひどい時はスチールウールとかもっと目の粗いやつザーって取ってから、その後にこう目の細かい金属磨きとかでやっていくのが結構おすすめですね。はい。でフレット磨き終わりましたとの次にこう指板をクリーニングしていくわけですね。これ未塗装の場合はオイルでクリーニングしていきます。ただ塗装がある場合はこっちのねケンスミスのポリッシュとかそういうクリーナーでやってください。汚れも一緒に落としてね。はい。で指板の汚れがあまりにもひどい場合はもっと粘度の低いサラサラのね液体みたいな、よくあるオレンジオイルとかでいいと思うんですけど、ああいうので汚れを落として、でこういう粘度の高いもので仕上げるみたいなのやり方がおすすめです。はい。化粧水と乳液みたいなもんですね。汚れがそんなにねないんだったらもういきなりこれで大丈夫です。でですよ、このココっていう製品なんですけど作ったんですよこの前。これは何がっていうと、これに使っている素材でココナッツオイルってものがあるんですよ。ココナッツオイルってめっちゃ酸化しづらくて、ホホバオイルとかよりも何倍も酸化しづらいんですよ。だから酸化っていう観点でいうとココナッツオイルめっちゃ良くて、でココナッツオイルと蜜蝋を使ったワックスがこれなんですよね。はい。それにビタミン E も追加してよりこう酸化しづらくしてます。酸化ってやっぱり変質の原因になったりするんですよね。金属とか、こういう木部とかもしくは手とかね。はい。そうしたところで酸化できるだけ防ぎましょうと。そしてこのオイル自体が酸化しづらいっていうのもすごくいいポイントだなと思います。長期保管するじゃないですか、どうしても。これなんかね普通の人はそんな使い切れるもんじゃないので、はい、何年か経った後でも全然問題のない品質のまま使えるという感じのね素晴らしい製品です。 Amazon で売ってます概要欄に載っけときますね。オイル塗布するときは、指とかでもいいと思うんですけど、やり方何でもいいです。はい。で一旦塗り広げて大きくで、この時につけすぎってことはそんなに正直ないかなと僕個人的には思います。はい。オイルドバドバかけたりするとフレットが浮いたりする原因になるって言ったりする人もいますけど、正直どうなんでしょう、根拠ありますかっていう感じですよね。はい。なんで、そんなに気にしなくてもいいけど、ドバドバかける意味も別にないんで、はい、適当にやってください。で塗り広げると指板がねこの油分とか水分とかを吸うので少し時間を置くのがおすすめです。で時間を置いて余った分を再度拭き上げるっていう感じですね。でその後にまたフレットも磨くんですけど、やっていきましょうね。このフレットの際の部分に結構残りやすいので、この時フレットも一緒に磨いていくことになるわけなんですよ。どうしてもさっき空拭きしましたけど、それだけだとね取りきれない部分もあるので、はい。そうだからフレットに関しては何回も磨かれることになりますね。そういう意味で言うと、だから順番大事なんですよ。いいっすね。だいぶツヤのあるいい色になってきました。やっぱこういうローズウッドとか色味の深い木材ってちょっとツヤっとしてた方がかっこいいんですよね。そうした意味でもすごくおすすめかなと思います僕は。はい。で指板とか磨いた後にまたフレットをね空拭きしてほしいんですよ。そうすると輝きがね全然違うんですよね。
ちゃかっこいいんで、ちょっとねめんどくさって思うかもしれないですけど、僕たちこれ毎日ずっとやってます皆さんに綺麗なもの届けるために。でココなんですけど、木部以外にも、いろいろ使えます。ナットの滑りを良くすることとか、そうしたことにも使えるので、よかったらねこの時にナットのここ塗ってみたりするといいかなと思います。ナットの滑りが良くなると、なんでチューニングの安定性が上がるかっていうとね、ピッキングしたりした時に弦が引っ張られるわけですよ。で弦がこう引っ張られてナットの上でこうずれますよね。でずれて滑りが悪いとそこから戻んなくなったりするんですよ。そしたらずれて戻んないままなのでチューニング緩むんですよね。っていうのがこの滑りを良くするとチューニングの安定性が上がるっていう話の根拠の一つです。でこうピカピカになったので、もう一回弦を張って完了というところですね。はい、ということで弦を張って完了って感じです。この弦を張るところとか調整とかそこら辺についてはまた別でね詳しい動画出してるので、よかったらそっちも見てみてください。このココ、これ新しく出したんですけど、こっちのねウーフィークラシックもめっちゃいい出来なんですよ。はい、クラシックシリーズっていうモデルで、正しくこうフェンダーのレプリカをいい価格でいいクオリティで作るっていう感じのコンセプトでやってます。でウーフィーベースに関しては3万円のモデルも4万円のモデルも全部そうなんですけど、ベルデンワイヤーとスイッチクラフトジャックっていうものは共通して使っているものですね。はい、100万円とか200万円とかするようなハイブランドでも使われるようなパーツなので、そこに関してはいいものを使いたいなという感じで選んでます。全てのパーツをね最高のもので使うっていうのは難しいんですけど、そういう重要なポイントは押さえてますよっていう感じですね。中国で作るんですけど、日本に入荷した後にしっかり調整して販売していくというものです。販売価格は税抜きで10万円ですね。3万円とか4万円とかの前のシリーズやってた時はなかなかねこうできなかったことができるようになってきてて、その一つが製造のクオリティの向上なんですよね。はい、これに関しては工場もしっかり選んでやってるので、かなり期待してほしいなという感じです。ちなみに程度で弾いてみるので音も聞いてみてください。っていう感じで原稿館の時にやってもらいたいメンテナンスについて解説しました。これ僕のやり方というか僕たちの会社のやり方なので、ご参考までにっていう感じではあるんですけど、とりあえずやってみてくださいなというところでございます。ココもねウーフィーもぜひぜひよろしくお願いします。おすすめのアイテムについてはリンクを概要欄の方に入れておくので、よかったらそっちからポンポンと飛んでみてください。そんな高くないものなので一通り揃えてもいいかなと思います。ということで本編終わり。いや実は今韓国法人作ろうと思って動いてるんですよね。8月中にはもう出来上がってるんじゃないかなと思います。でビザもついでに取って引っ越してみようかなと思ってて、韓国にね引っ越してみようかなと。はい、だからギークインボックスコリアができますね。なので韓国のお客様ぜひぜひ来てくださいと。今んとこ場所はチュンムロっていう場所になる予定なんですけど、ソウルの中ですね。結構真ん中の方です。はい、どんな感じになるかね全然超未知数なんですけど、そこら辺も動画にしたり皆さんと一緒に共有して楽しんでいけたらいいなって思います。ソウルの次やっぱフランクフルトかなやりたいな。でも台湾いいな。どうしようかな。
ここおすすめっていう場所あったら教えてください。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。ギークンボックスでは Twitter とか Instagram とか Facebook とか TikTok とかいくつかのソーシャルメディアやっているのでね、よろしければそれぞれでチェックしてみてください。また違う情報が出てくるので楽しめるんじゃないかなと思います。ギークンボックスで働いてくれる従業員の方も探しているし、リペアマンの方も探しているし、いい楽器作ってくれる方も探しています。何かと探しているのでよろしければねご連絡ください。なんか楽しいことしましょう。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。